こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス 0.8 億ドルの純流入となっています。ただ先ほどブラックロックの IBIT がマイナス 3.3 億ドルの流出という情報が流れたんで、全体ではマイナスが濃厚となっています。IBIT の流出額はこれまでの最高がマイナス 1.8 億ドルとなってるんで、今回のマイナス 3.3 億ドルが過去最高になってます。あとイーサの方は現時点でマイナス 0.77 億ドルの流出となってます。イーサ ETF に関しては12月の月間流入額がプラス 20.8 億ドルとなってまして、過去最高更新したのが話題になってます。ただデイリーではビットコインイーサともに流出傾向となってますね。香港はビットコインイーサともにまだ更新なしとなってます。ビットコインの価格は現在 96,700 ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、各国の製造業 PMI、米新規失業保険申請件数などがありました。米 PMI、米新規失業保険申請件数などは改善が見られますけども、欧州各国の PMI は前回予想以下の結果となってまして、欧州英国方面の景気悪化懸念は未だある状態。市場ではユーロ、ポンド安が目立ってます。米市場開場後はですね、米株各指数調整となってまして、ゴールド、ビットコインは上昇。米ドルが単独で強いというわけではなくて、比較的強いというだけでですね、世界的な通貨安の傾向は変わらない印象はあります。デリバティブ関連では、ビットコインのファンディングレートが 0.01 で安定してまして、前回も安定から価格も上昇に転じていることから、今回も短期的には強気になるんじゃないかと見られています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.68%、額としては574億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.3%、バイナス意味はロングが 53.1% と下寄りになっています。今後の指標としては1月4日に米 ISM 製造業景気指数12月、1月6日にイスラエルの基準金利、米非製造業 PMI12 月の確保値、1月7日に米経済受注11月、ユーロの雇用統計、米貿易収支11月などが控えております。他各所の見解ではですね、本格的な上昇相場は第2四半期以降になるんじゃないかとか、あとは最近トレンドの AI エージェント銘柄がさらに乱立するという予測、あとは2025年にアルト ETF が大量承認されるんじゃないかというですね、ブロックリサーチらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、一昨日の私の予想では年末の利確売りが一息ついて年も明けてることから休み挟んで2日あれば年末下落した分は戻すんじゃないかということで、1月3日 AM6 時時点のビットコインは一昨日の 93,852 ドルよりも上という予想でした。結果としては米株は調整となっているもののですね、各国の通貨安懸念もあってかゴールド、ビットコインは上昇となってまして、1月3日 AM6 時点のビットコインは 97,306 ドルということで、一昨日の 93,852 ドルよりも上なんであたりです。はい、続いて明日の予想ですね。上にします。ETF もブラックロックが過去最高の流出、OI も特に盛り上がってないですし、需要指標の米 ISM も控えてて上昇要因少ないですけども、米株と比較して強い状況が続いてるんで、指標が無風以上であれば上と考えるとまだ上が優勢なんじゃないかなと思っちゃいました。なので1月4日 AM6 時時点のビットコインは現在の 96,654 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては明日1月4日0時に米 ISM 製造業景気指数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサリアムのニュースレター、ウィークインイーサリアムが閉鎖を発表しています。理由としては、イーサリアム財団からの資金支援不足、マーケティングディレクターが開発者を重んじず、広告やスポンサーが集まらなかったと、ビジネスとして成り立っていなかったことなどが挙げられています。2016年から続いてたウィークインイーサリアムが終了となったことで話題になってますね。で、イーサリアムファンデーションの資金枯渇問題に関してはですね、このチャンネルでは何回か取り上げてますけども、ここでもお金がないイメージが出てしまってます。年明けてもイーサリアム財団方面からの悪いファンダが目立ちますね。イーサの価格は現在3450ドル、BTC 建ては 0.0356 と、先物の方では OI は全体でプラス 2.52%、額としては235億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.9%、バイナス意味はロングが 77.7% と下寄りになっています。ETF はビットコインとともに流出傾向となってますけども、OI は増加傾向で、BTC 建ても耐えている状態です。アルト祭りの期待からですね、その恩恵もあるのかなと思いますけども、こちらも単独で強くなれるのか、BTC 建てで
0.04 を超えられるのか注目ですね。あとその他の動向では USDT の時価総額の減少が注目されています。欧州の MIC 規制から USDT のデペック資金抜けに関して何度か取り上げてきましたけども、 MIC 規制施行後も流出は続いてまして、現在時価総額は1370億ドル、週間下落率では2022年の FTX ショック以来最大となったことが注目されています。これも年明けたら風化しそうだという話を前にしましたけども、ペグ状況を見るとですね、1ドルに戻りつつあります。日本国内の方でも USDC の取り扱いが始まるということで、ステーブル市場の動向が注目されてますけども、 USDT が1ドル回帰した後ですね、市場がどのように動くのか注目ですね。あとアルト関連では先日韓国の方で XRP の取引高がビットコインを上回っている件を取り上げましたけども、未だに1日の取引高でビットコインを上回っています。また今回はステラ XLM も取引高でビットコインを上回ってますね。画像はアップビットの取引高になってます。 XRP と XLM長年同じ動きしてますけども、価格もここ数日は単独で強くなってますね。XRP は時価総額で USDT を抜いて3位に浮上してますし、 XLM は12月25日の山を越えて短期とレ点しているようにも見えます。時価総額は17位ですね。こちらもどこまで伸びるのか注目ですね。あと他では最近話題になっている AI エージェント銘柄とミームコイン、今年はどちらがトレンドになるのか各 VC で見解が分かれてますね。ミームコインは一時的な流行ではなくて、今年は前例のない資金流入が見込めるんじゃないかとか、あとはミームコインから AI エージェント銘柄に資金が流れてるんじゃないかという見解もあります。最近の上昇率で見たら AI エージェント銘柄がリードしてますけども、これ過去の傾向から見ると、私個人的にもちょっと思うところがあるんで、機会あったらメンバーシップの方で話そうかなと思います。あと他ではイーロン・マスクが X のアカウント名を激薄マキシマスから元のイーロンに戻してます。これも先日名前戻した時どうなるんでしょうみたいな話をしましたけど、思ったより早く名前戻してまして、激薄も暴落してます。ただ現在はまた価格を戻してますね。イーロンは一時だけの変更でしたけど、こちらも再度 ATH 更新できるのか注目です。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。